ジョジョ TV でーす。本日はですね、海外の限定のフィギュアを紹介していこうかなと思っております。プレイステーション4かスイッチで海賊無双ってやったことあります？三国無双のワンピース版。海賊無双このルフィたちが暴れるのよ。で、敵は海軍の雑魚とかでそれを蹴散らしたりとかするんだけど、それの海賊無双4、海外限定でね、フィギュアの特典がついたものがあるんですよ。まあ、簡単に言えば昔、プレイステーション4のカカロットのソフトがあったと思うんですけども、そこにもね、フィギュアの限定のやつがついてたんですよ、業特典で。まあ、あんな感じで、海外はね、よく限定品がつくんですよ。今回はね、そちらのフィギュアを開封して見ていこうかなと。これが海外限定のね、特典になるんですよ。海賊無双4のね、合計限定版。カイドウがいるんですよね。で、こう、後ろこんな感じです。やりたいな。面白そう？これちょっと見える？俺も海賊無双やったことないのよ。なんか見た目感じでビッグマムもいるし、カタクリもいるし、カイドウもいるし、もう映ってますこれ。フィギュアこれですね。いつもね、外国のあるあるなんですけど、外国だとなんかそういう外国限定版が多いんですよ。なんで日本では売らないの？ねえ、なんでかね、ほんと日本も出せばいいの。お、こんな感じで撮るってことね。果たしてね、このフィギュアがどんなフィギュアなのかをね、開けていきますか。おっ、はい。はい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 。出てきましたね、説明書。こんな感じですね。ジョンジョンさんの大好きな説明書。はい、あ、待って、そう、待って、電池付き。このカイドウ、いや、動くんじゃない、光るんだ。これ別にいらないから、この光は。しょぼそう。これが海外限定のね、カイドウになりますね。カイドウもいて、実はちっちゃいルフィがいるんですよ。ちっちゃいルフィ見える？で、カイドウ。早速、開けちゃっていいですか？こういう限定ものになぜか、弱いんですよね。これ日本では持ってる人があんまりいない。あんまいないと思います。どうやって見つけてんだ一応。海外の情報を見て、あ、欲しいなと思ったらすぐ出ってます。まずね、カイドウのこちら金棒。なになに？取れる？油、なにこれ？なんで取れるのこれ。よし、ということで、ちっちゃいルフィからいく。かわいいちっちゃいルフィいくよ。いきます、オープン。だいたいどんぐらいだろうこれ。これ取りますよ。見える？これね、これちっちゃいじゃん。結構。フィギュア自体も。めっちゃできいんすよ。映ってる？結構良くない？作り。結構いい表情してますよ。小顔だね。これ何？これ取るってこと？折らないで。これ巻きついてる。この袋ちょっと取りづらいですね。これこういうのね、不器用なんでね。昔紹介したジャンプフォース的な。そう。あ、覚えてる？今から撃とうとしてる。バーン！カイドウ！で、こちらが多分ルフィの、台座かな？面白いものがある。麦わら帽。これは多分ルフィの頭のこっちにつけるんだろうね。後で説明書見ます。多分ルフィのこっち、そう、首にかけるやつだと思う。続いてカイドウいきますか。うわー。ジョンジョンさん、これなんか後ろのドフラミンゴだよね。これ似てるね。これマントだね。はい、いきます。あ、重い。どうですか？さっきもだけど小顔に見えるんだけど超ちっちゃくない？いや、中の目は見えないね。ガタイだからこんぐらいしてない。でもこれ作るの大変だよね。いや、大変だよこれ。めっちゃ小顔なんだけど。すごい。まあでも造形の出来はどうかって言われたら、まあでもカイドウのフィギュアがまだ世に出回ってない時にもこれが先にできてたからにしてはなかなかあとこの髪の毛がね、これ逆立ってるんで。だってヒゲにテープがついてる。あ、そうか、ヒゲのこれね、こっちもね、この鉢巻きみたいなところついてるね。ここにするのはなんで？折れないように、汚れないようにしてるのかな。このエフェクトがついててトゲトゲして結構痛い。思ったより痛い。で、こちら台座ですね。あ、重っ。こんな感じで台座あって、これね、カイドウのこの地面ね、バーンってなってるってことね。いいね。で、あとは終わりかな。海外でゲームが出るたびにこういう企画ってやってるもんなんだ。結構やってる。結構いろんなのある。じゃあまずいいっすかね。とりあえずまずこれから組み立てるみたいですね。これこうカチャってなると。で、こんなして、はい、今なりました。これカイドウさんの後ろ、ここなんか開けてネジ回して電池入れれるみたい。で、後ろの見える？電池入れたら、こちらエフェクト光るんですけど、めんどくさいんで、すいません。それはもう割愛させていただきます。こちらカイドウの後ろにね、穴開いてるじゃないですか。で、この穴を入れると。気をつけてよ、髪ポキっていかんで。で、入らない。本当に？ここが。頑張る。これ視聴者さんから見たらはめるだけだろうって思って。いや、待って。いやさ、いや、違うんすよ。髪折らないでよ、髪。俺そう。
怖い、もう俺だからこういうの無理なのよ、組み立てるの。刺す時ドキドキして痛いんですよ。よっしゃー、できたできた。ではあはあはあ、こっち皆さん購入してる方ね、この棒取り忘れないでね。この棒を使うみたいです。この支えが必要だったみたい。この台座と回路がガッチャンするのかな。これがこちら下、足尖ってるじゃないですか、ちょっと大きいやつ。土台になんかさせるんですよ。おい、これね、今ちょっと重心がグラグラしてるんですよ。ほら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 、ちょっとこれやったら後ろに倒れそうな感じなんで、この支えが街道の後ろ、こちら、このマントのところに穴開いてるんですよ。を刺します。このマントが重いんで、これで支えてるわけ。ほら、支えたところでこうね、穴あるでしょ。ここにつけるんですよ、こうやって。はい、こんな感じだ。こんなです、街道。まだ完成じゃないです。はい、これ鬼に金棒、これ金棒を取ります、つけます。そしてこっちゃーん、しー、完成です、街道。ここはあとはこちらルフィね、ルフィの台座、ルフィの台座でこちら、かわいいな、このサイズのルフィ。はい、つけれました。こうね、かわいい。これいいでしょ。で、こうですね、これでしょ、これ。このフィギュアの醍醐味。カイドウってでかいんだね。で、ルフィもこれね、進化してだいぶでかくなってるからね。で、このカイドウを開けたいんですよ。一番くじのカイドウなんですけどね。一番くじのカイドウとこの海外限定どっちがかっこいいかと。いや、多分ね、こちらのカイドウの方がいいです。海外限定はレアなだけで、俺が今回何がやりたかったって言ったら、このルフィを使いたかったわけ。このルフィと一緒に並べたかったわけ。絵になるね。そう狙いはカイドウと見せかけてルフィだったと。そう、このサイズのルフィよくない？いや、オープン、夢の扉。すごいすごい絵がもうすごい、すごいな、迫力が。うわめっちゃ上等だね。ー、これえ、めっちゃかっこいいんだけど。これやばいね。これでこうか、足はでこうでしょ。金棒つけますよ、こうか。はい、完成しました。いや、造形の力強さ、もう迫力がありすぎて。で、ちなみにこちら海外限定版のね、一緒に並べるとこんな感じ。いや、もう全然違う。これ同じキャラクターには見えないぐらいでね。これ金棒さ、これさチャッチいんだけど、ここやばっ。あとね、腕のね、血管腕、めちゃくちゃ上等じゃん。これやばいけど。このカイドウじゃなくてこれをやりたかったんですよ。これにビッグマムじゃなくてこう絵にならん。吐き同士のぶつかり合い。そう、これの方が大きいさ、このカイドウの方が。で、だから大きさがさらに際立つんですよ、これ。いいっしょ。はい、ということでね、もう少しね、近くでじっくりゆっくり回転して見ていきたいと思います。アングル切り替えていきましょう。レッツゴー。
近くでぐるぐる回転して見てもらいましたけれども、いかがだったでしょうか。このカイドウはね、当時ってカイドウのね、フィギュアがまだ全然出てなくて、初カイドウだったんじゃないかな。この特典のフィギュアが。だからまあ、クオリティとしてはこうなるけど、台座もあるし、このルフィが可愛い。で、ルフィが思ったよりね、出来が良くて、僕はあえてこのカイドウを使わずに、こちら、岩倉さんのカイドウとこちらのルフィを一緒に並べたいんですよ。まあ、このカイドウはね、ビッグモムと戦ってるカイドウなんだけど、あえてルフィとこうやって並べても、これよりこちらのカイドウの方がでかいんで、さらにカイドウの大きさが際立つというか。ということでね、今回はまあこちら、一番くじのカイドウと、まあ、海外のね、特典のフィギュアの紹介になりました。また、どんなフィギュアが出るかすごい楽しみです。ということで、ご視聴ありがとうございました。動画が良かったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、以上、ジョンジョン TV でした。ありがとうバイバーイI've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.